それで嫌になるってことは、魂が離れたがってるってことですよ。離れたがってる。おしまいって。ひろすぴ。こんにちは、ひろです。こんにちは、みのるです。ひろさん。はい。ツインレイで、サイレント期間があったりするじゃないですか。はい。ツインレイ、ツインソウル。で、サイレント期間は、人によってあるない違うけれども、私はサイレント期間なんですっていう、そういうふうに言って相談してくる方もいるんですけれども、はい。サイレント期間、長かったりするじゃないですか、結構。で、その間、会えない。はい。で、サイレント期間に入って、5年経ちました。はい。5年、6年、7年、結構年月経ちました。はい。で、そういう時にふと、彼を見かけることができた。はい。こんな相談がありました。5年ぶりにサイレント期間の彼を見かけました。すると、以前の彼と全然違う姿になっていたんです。以前はすごいモデルみたいにキシュッとして綺麗でかっこいい人だったんです。本当に私の魂の片割れって感じの本当に素敵な綺麗な方だったんです。それが、なんか普通のおじさんみたいになっちゃってました。一体何があったんですか？試練なんですか？何なんですか？試練っちゃ試練だよね。試練っちゃ試練。ある意味試練かもしれない。だって、好みで亡くなったわけでしょ？つまり。好みで亡くなったんだ。好みで亡くなった。違うんですよ。全然違うんですよ。結局、ね、その人ツインレイだったのかなと思うんですけど、魂のつながりより現実的つながりのことを大切に思ってしまったってことですね。その方が、女性が。外見重視ってこと？そうそう。魂よりも外見。そう。外見がダメだと、魂のつながりがぐらついちゃうってこと？そのね、おじさんっぽくなって、太ったのかもしれないけど、見た目もいまいちになったけど、より一層私の好みになったって人も中にはいると思うんですよ。中にはそういう人もいますね。でもそうじゃなければ、魂なんかどうでもよくなったってことです。現実寄りになっただけです。それはどう解釈すればいいんですか？現実重視じゃなく内面重視にならないとツインとは再会できないよってことですか？それとも今世ではもう私たちはサイレント期間なんで今世ではもう会わない、来世に来たい、そういうことですか？どうしたいかですよ。ツインレイっていうのは結局、魂的につながりがある。だから肉体はあくまでも肉体、借り物なんで、その肉体に対して、器に対してどうのこうのっていうのは本来はないべきなんですよね。でも、ツインレイの共通点とか、そういうのでよく、器について書いてるじゃないですか。ほくろの位置が似ているとか、手の形が似ているとか、顔が似ているとか。すっごい皆さん、外見気にしてますよ。はい、気にしてるみたいですね。本来そういうもんじゃないんだよ、ツインレイはって。そうです。そういうの気にしてるからサイレント期間になっちゃうんだってこと？それもあるけど、それもあるけど、そうじゃないよね。もうなんだかんだ言って、それで嫌になるってことは、魂が離れたがってるってことですよ。離れたがってる。おしまいってこと。おしまい。そういうメッセージ。今世では、執着しないで終わりにしようってこと？手放せたってことですね。手放し。それも手放しの一つってことですか？ステージとして手放しってありますよね、サイレント期の中に。じゃあ、私が。そことは違う。それとは違うの？永遠に。グッバイってやつね。でも、その次の世とか、未来の世では、また求め合っちゃうんでしょ？求め合いますね。今世ではおしまいってこと？そうですね。今世はサイレント期のまま終わらせましょう。終わり、パタって感じ。そういう感じ。続きは来世って感じですね。
あその相談者の方はもしかしたら、私がなんか変な霊障とか、現実をかけられてるとか、そういうので、私の見える世界がおかしくなっちゃってて、彼がなんか変な風に見えるようになっちゃって、私の愛が試されているんじゃないかしらみたいな、そういうことも疑っていると思うんですけど、それはないですか？まあ、試されてるっていうのは試されてるよね。だって過去の自分と今の自分で試されてるよね。どういうふうに？過去は良かったけど今は良くないんでしょ、その人が。ってことは、現実が見えるようになったんです。ほう。で、若い時は現実が見えてなかったってこと。そう。若い時は実際相手の方かっこよかったんじゃないですか？つまりその時しか見てないってことじゃん。外しか見てない。そう。未来を見てなかったってこと。で、その時に、その人はでも見た目がこうだけど、それでも愛せるんであれば、それは本物の愛っていう形です。なるほど。で、それで、そこに愛がなくなれば、まあその程度の愛だったってこと。まあ、私の愛が試されている。そういう意味では試されてますよね。ツインレイだったら、相手がおじちゃんで、しわしわで、お腹も出てて、頭も髪の毛がなんか部分的に剥げていてとか、で、リストラされちゃって、収入も今100万円ですとか、年収。そういうんでも、ツインレイだったら愛せるよねって試されてるってことですね。そうですね。真実の愛を。ツインレイハードですね。ツインレイはハードですよ。ツインレイの方がハードじゃない？普通の。こっちが腹立ってると必ず向こうも腹立ってるからね。って思った方がいいのがツインレイなんで。はい。彼はなんで、イケてる外見のまま俺はキープするよみたいに、そういう風に頑張ってくれなかったんですか？私から離れるためなんですか？そういう人だったんでしょうね。だって必ず世の中のツインレイって結構いるから、誰しかしら異性見ればその異性は、太ってようが太ってまいが、見た目が良かろうと悪かろうと誰かのツインレイなんだから。まあ誰かのはツインレイ。ツインレイだからって、そのままのイメージをキープはできません。人は年取りますからね。そうやって思ってるあなたも年を重ねてるんだから、その分。でも私は頑張ってるんです。私はツインレイの彼と再会した時に、相変わらず綺麗だなって思ってもらえるように、エステ通って、お化粧もしっかり毎日1時間かけて一生懸命やって、頑張ってるんです。ネイルだって言ってます。じゃあ、愛されやすくなってると思いますよ。愛される。彼からは愛される。ただあなたの。私が彼を愛せるかどうか、そこだってことですね。そうです。なるほど。でも、外見とかなんかそういうステータスとかが理想じゃなくなってても、ツインレイだったら、関わってれば愛せる。いや、人によるでしょう。魂の話なんで、ツインレイっていうのは。そうやって見た目を気にしてるようじゃすでに魂で生きてないからね。スピリチュアルっていうのは、肉体と魂の部分をスピリチュアルって言ってるんですよね。つながってる部分を。肉体と魂の、なんかつながっている、この間この部分。そう。これがスピリチュアル。魂がスピリチュアルじゃなくて。そう。肉体と魂のつながりをスピリチュアルって本来は言う。それをなんかね、いろんなスピリチュアルっていう概念の言葉の意味がどんどん変化して今に至るんですけど、で、スピリチュアル結局魂が、で、魂の部分っていうのはそんな外見で騙されないんですよ。外見なんて騙されないんで、外見なんてどうでもいいんですよ。魂入れ物ないですからね、なんかね。そう。で、そうするともう肉体側になっちゃってるっていうこと。私の意識は肉体より。だから肉体、外見重視になっちゃう。そう。肉体イコール3次元。っていう感じ。で、それはそれで決して悪いわけじゃないんですけどね。結局今生きてる世界は3次元なんで、その3次元、現実をメインで生きた方が、生きるのが当たり前は当たり前なんで。
ほう。で、その人が、まあね、そのツインレイが、まあ、いまいちと。いまいちであれば、全然他の人に、ね、その現実のパートナーとして素敵な人を見つければいいだけなんで。わざわざツイン、パートナーを見つける。そのツインレイはどうしておけばいいんですか？ツインレイはもうほっとけばいいと思うんですよ。ほっとけばいい。今世で終わってるんですから。また来世でねってこと。そうそう。今まで彼とツインレイとの再会をするために自己統合を図ったり瞑想をしたりいろいろスピリチュアルワークをしてきたこの私の今までの努力は一体何だったんですか？それは現実で幸せになるためです。じゃあ彼と一緒にならなくても自分にとってプラスにはなっている。そう。魂も外見も磨いてるんですから、もうあなたはね、輝いてます。じゃあ私を成長させるための役割として彼とのサイレント期があり、役目が終わったからサイレント期のままバイバイってこと？そうですね。まあいろいろね、傷ついてる、傷つくこととかあると思うんですよ、ツインレイのことで。それは決して傷ついてるわけじゃなくて、こう、磨かれてる、磨いてる、自分自身をね、輝きかましてると思ってください。ので一見、ね、時間を失ったりするかも。で、いっぱい傷つくかもしれないんですけど、それは決して無駄ではないんで、これから未来の。時間もお金も失っています。まあ時間もね、そういう人もいるけどね。でもそれはね、すべて未来のためなんで、これからのために。さらにね、輝いて素敵な人を見つける。のがいいかなと思います。ヒロさんは自分のツインレイがサイレント期入っちゃって、拒絶されちゃって、ずっと会えなくて、5年ぐらい経って見たら、なんか随分太っちゃっておばちゃんになってたらどうします？ヒロさんだったら真実の愛って感じでそのまま突っ込むんですか？通りすがりしますよね。通りすぎる？向こう話しかけど、あれどちら様でしたっけって。知らんぷりする？知らんぷりする。ヒロさん外見重視？外見重視はお互いのためにですよ。お互いのために。来世でまた会いましょうって感じです。来世？今年は。今世はまた別の形で。魂重視で生きているはずのヒロさんでもやっぱり外見大切ってことですか？そうですね。人類よりも外見優先かなみたいな。まあその前に落としてると思いますけどね。サイレント期になる前に何とかしちゃった。何とかしてますね。俺と一緒になればそうはならないだろうって感じですか？そうです。俺がエネルギー調整したりして、なんか若くてツヤツヤの状態をキープさせてやるって感じですか？そうですね。なるほど。そのために出会ったと思うんで。もう力技ですよ、それこそ。ツインレイの理想と現実、なかなか厳しいですね。厳しいですよ。厳しいですよ。厳しいよね。うまくいくといいんだけどね、本当にみんながね。なかなかね、うまくいかないんですよ、ツインレイは。いろんな試練があるんで。でも別に乗り越えなくて次にチェンジしてもいいんで、このね、現実に3次元に生きてるから、それはそれでありだし。で、追いかけながら別の追っかけてもいいし、2頭追うものは1頭追えずっていう言葉あるじゃないですか。5頭ぐらい追えば大丈夫なんで、1頭ぐらいは。数が足らないんですよ。そう、数が足らないんですよ。でも絶対的にね、そう、本当にね、なんだかんだ言って、そういう世界を望むなら、まだまだチャンスはいっぱいあるんで。ぜひ、ツインレイの恋愛が全てじゃないんで、いろいろと。ツインレイにこだわらず、現実を幸せに生きてください。ってことですね。そうです。ということなので、もしもツインレイサイレント期間とか、何かあってツインレイを久しぶりに見て、幻滅してしまって、でも私が悪いんだろうかって悩んでいる方は、ヒロさんの言葉をよかったら聞き入れてみてください。楽になると思います。もしもそういう経験が実際にあったりした方は、ぜひこちらで教えてください。動画の高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。